6月からの値上げ品目をピックアップしてみた。こんにちは。まもなく、またもう一段階値上げが進みますね。6月からの値上げ品目と、値上げしてからの生活費の使い方について考えてみました。Google 検索一つかけてみても、値上げ予告のニュース記事がずらりと並んでいます。今回は、東洋経済オンライン他の記事をもとに動画を作り、お伝えしようと思います。まず東洋経済オンラインの記事では、大手の値上げ予告が一覧で見られるようになっているので、よろしければ概要欄よりご覧ください。引用です。値上げ一覧、家計費目別の最新まとめ2022年、日頃買う商品やサービスはどれだけ上がるのか。値上げが止まらない。昨年から続く原油価格や、原材料費の高騰が、ロシア・ウクライナ情勢により長期化し、加えて急速な円安が、物の輸入コストを押し上げているためだ。帝国データバンクの調査によると、6月以降は、食品だけでも3600品目を超える値上げが予定されている。特に、家計を直撃する値上げの最新情報を、品目別にまとめた。各社プレスリリースをもとに、主な商品の値上げ予定情報を掲載しています。商品価格は、メーカー小売希望価格や出荷価格を記載しています。実際の店頭価格とは異なる場合があります。本記事は、新たな値上げ情報を随時追加、更新していきます。2022年5月27日10時50分最終更新。引用ここまで。個人的には、スナック菓子やカップラーメンなどには、基本的に用事がないのですが、値上げの理由をたどっていくと、原料の高騰に行き着きます。値上げ対象の商品に使われている原料が、普段自分の使っている食材、または日用品にかぶっているかどうかを確かめる必要があります。それを確認して、代替を探したり、食生活の見直しをするというように、市場に並ぶ商品の値上げ一つとっても、行動を振り返る機会にしようと思えばできるものです。なお今回の値上げについて、臨場値上げがあるんじゃないか、と、いぶかしがる声も聞こえてきますが、今までは、コストが上昇した分を、小売価格に転嫁しなかっただけのことであって、いよいよ企業が抱えきることが難しくなっていることの表れです。このあたりも、表面の現象だけ見て反応するのではなく、今までの値上げ理由から見ていくと、一概に値上げして儲けようとしているとは言えなくなります。6月からの値上げ費、まだ小売サイドでは、企業努力されているところも多く見受けられますが、報道では、大手メーカーの値上げ情報が頻繁に流れるようになりました。加工食品は、原料の高騰が積み重なり、今後も、製品の価格がかなり上がります。もちろん食品だけではなく、電気ガス代などのエネルギー価格、そして、それらエネルギーを必要とする、運輸、サービス料などの値上げも目立ちます。食品の値上げ、皆さんご存知の通り、輸入に関するコストがかなり値上がりしているため、今まで気軽に食べていた、コンビニで売られているスナック菓子やチョコレート、またお惣菜などの食品が、6月から 6% から最大 14% までも値上がりになります。これは年明けからカウントすると、3割以上も値上げになったことになるのではないでしょうか。マイナビニュースより引用です。森永乳業株式会社。アイスクリーム類の原料である輸入乳原料、油脂、チョコレート、砂糖等の世界的な需要増加によって原料価格が高騰していることにより、家庭用アイスクリームの17品目が 5.5% から 11.1% の値上げとなります。味の素株式会社。うまみ調味料の主原料である粗糖や、低カロリー甘味料の主原料であるエリスリトールの価格が高騰していることにより、業務用うまみ調味料及び業務用低カロリー甘味料が値上げとなります。対象商品は、味の素 S、ハイミー等の業務用うまみ調味料全6品種と、業務用パルスイートカロリーゼロ全5品種が、約2から 13% の値上げとなります。引用ここまで。エリスリトールはトウモロコシから作られます。当然、トウモロコシは輸入に頼っているため、値上がりするのは自然な流れと言えます。こんな感じで、1個のカップラーメン、アイスクリーム、調味料を取ってみても、日本に入ってくるまでのルートがかなり影響されています。食品以外の値上げ、
またおおよその値上げ品は共通して原油価格の高騰に影響されていますが、その一つに運送費があります。日本郵便も6月から海外宛て郵便物が対象になります。EMS 郵便 500g まで米国宛てに1000円を3500円、航空小包郵便 0.5kg まで米国宛てに1500円を3400円など、かなり思い切った値上げ幅になっています。これは個人輸出入をされている方にもかなり影響がありますね。そしてフリマサイトをよく利用する方はご存知かもしれませんが、6月16日よりメルカリ便が大幅値上げになります。不用品の売り買いだけならまだそんなに驚くことはないかもしれませんが、例えばハンドメイド品をフリマサイトで売っていらっしゃる方でしたら、販売価格をかなり考慮しないと利幅を圧迫されることになります。そして多くの方が実感されている電気代、ガス代の値上げ、これは個人のみではなく企業にかなり影響があります。国内製品であっても生産に必要なエネルギー代がかなり高くつくことになるので、輸入品でないからといって価格がいつまでも今のままということではありません。ところであまり目立たないかもしれませんが、三菱鉛筆は事務用鉛筆、色鉛筆など27品目353品番が平均約 14% 値上げ、パナソニック、三菱などが照明器具を 20% か 30% 値上げなど、かなり大きな幅の値上げが目立ちます。ここまででなくてもアイリスオーヤマなどは6月1日から家電製品、家具、インテリアなどを 10% 以上の値上げを予告しています。そして日常もっと意識しないところでは、動物園、水族館や野球場の入園料なども上がります。これについても光熱費や動物であれば餌代などが値上がり、運営費をかなり圧迫してきているのだと思います。原料高騰が理由ではないものの値上げもあります。一部地域での地震保険や火災保険料です。これは災害リスクがかなり高まっているということが言えます。今日本の国内で何が起こっているかということをざっくりでもいいので頻度高めに把握し、気持ちの上での備えもしっかりしていくことが大切です。7月、8月、10月もガツンと、先週のニュース報道でもありましたが、7月からは各社のパン、8月から10月は味の素では冷凍食品、日水ではちくわ、江崎グリコはポッキー、飲料メーカーではペットボトル飲料や缶ビールなど原材料を輸入している商品の値上げが相次ぐ予定です。容器や原料である小麦、油、甘味料、トウモロコシから作られるもの、麦などの高騰により夏から秋にかけての値上げがすでに予告されています。これに関連しては今年の秋あたりから相次いでいるアメリカでの加工食品工場での火事や爆発、ペットボトルの原料となる樹脂を生産する加工工場での不具合など、原因がよくわからず、なおかつすぐには終わらない不安要素も多く絡んでいます。また西部の干ばつ、北部の大雨など長期にわたる異常気象で作付け、収穫ができないなど、物流や加工以外の要因も大きく関わってきています。今まで保っていたシェアが崩れると途端に世界規模で取り合いになるという流れですので、直接的な取引はないにしろどこかで必ず影響が出てきます。どのスーパー、コンビニに行ってもなんとなくペットボトル飲料が品薄だなという状態が春先からずっと続いていますが、理由の一つはここにあるのでしょう。自炊、自助しよう。他の動画でも言っていますが、これを機に習慣で飲食、使用していたものを本当に必要かどうか見直し、必要なものを洗い出すチャンスです。そして新たな技術を身につける絶好の機会でもあります。今まで自炊を避けていた方は簡単なもので全く構わないので、自分で材料から作る練習をしてみてはいかがでしょうか。もちろん原材料費は上がっていますが、完成品を買うよりも加工値、またパッケージ代もかかっていないので、随分費用を抑えることができます。これが値上がり対策にまず一番即効性があると思います。またすでに材料を買うことが主であれば、今まで輸入されて売られていたものから変更して
国産のものを選びつつ、少しずつ買い進めていけば、もちろん完成品を買うよりもお得で、取るスペースもコンパクトですし、何より自炊の知識があると、いろいろなバリエーションで食べ物を作ることができ、一つしか選べない完成品でもうこれしかないのかとがっかりせずに、あれもこれも作れるとアイディアもひらめき、気持ちも明るくなります。この値上げはかなり長い期間続くと思いますが、少しずつ生活習慣を転換していけば、ただ消費するだけの立場から自分の手で作り出すことができるようになって、今から1年が経つ頃にはかなりの知識とスキルが手に入るはずです。もしかしたらそのスキルを生かして新たなビジネスを立ち上げることができるかもしれません。そう考えると悲観的なことばかりではなく、自分の腕を磨く良い機会だと考えることができるのではないでしょうか。最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたします。